先導は木村元樹。続いて初山、東京都出身、玉ノ井部屋。朝白龍、モンゴル出身、高砂部屋。欧勝海、石川県出身、鳴門部屋。で180ぐらいありますね。そのぐらいですか。75センチぐらいは割とね多いですけど。獅子だと190ぐらいあるんですけどね。獅子はね193ですね。193ですよ。あまり大きすぎると、一歩の幅が大きすぎて、ハードル間の3歩でというのがね、ちょっと詰まってしまうような気がしますね。早く回さなければいけないので。さあ土俵上制限時間いっぱいです。朝白龍、新入幕の力士ですが、今場所、新入幕としては非常にいい相撲を取っています。と呼吸がずれかけましたが、よく立ちました。獅子はまだ回しを取るというよりも離れて取ろうとしています。朝白龍は回しが欲しいところですが難しい。押し出しました。前傾で獅子が勝ちました。すごい崩れだ。朝白龍はね、獅子がねどちらか刺されないようにしていったんでしょうけど、ちょっとあれですね、攻めが遅かったかな。で一番良かったのは獅子の左の手が朝白龍の右の脇の下ですね。左手がポイントですかね。寺田さん、大相撲は1対1の勝負ですけど、陸上競技は大体8人ぐらいがね、一緒に走るわけで、だからこの人と対戦しているというのとまたちょっと違いますね。ちょっと御嶽海後ろが短いですかね。ギリギリですね。ギリギリなので、そうすると意外と太ってたりするんですよね。場所中なので。そうそう。もうここ2、3ヶ月で5キロぐらいまた増えたらしいですね。すごい。公式の体重も177。普通の方から見たら500グラムぐらいですよ。5キロも増えたら大変ですもんね。2ヶ月3ヶ月。すごい。本当ですね。さて非常に楽しみな対戦、3勝4敗同士ですが、過去3回はすべて御嶽海が勝っています。いい当たりでした。朝紅龍、攻め切りました。初めて御嶽海に勝ちました。もう気合がまだこの表情に残っています。いい相撲ですね。なんかぶつかり稽古みたいですね。御嶽海がぶつかり稽古で出しているような感じで、いい当たりで。そうだ、寺田さん、この朝紅龍、高砂部屋の講演会をしておりまして、なのでちゃんこをいただいたこともあります。そうなんですか。そうなんです。高砂部屋のちゃんこ有名ですってしょうがなくてですね。もうね、本番前の打ち合わせで全部ネタを披露してくれるもんですから、本番に入ったらあれ本番でもうすでに喋ったことかなとかね、もう分からなくなるんですよね。それでもこの辺にしませんかっていう話をしたんです。ありがとうございます。さて土俵、6勝1敗の一人、欧勝海、入幕2場所目。この力士は将来性もあるとてもいい力士です。対戦相手1勝6敗の翔猿。翔猿が勝ちました。2勝目をようやく挙げました。動いてはいるんですが、なかなか白星に結びついていなかった翔猿ですが、今日は好調の欧勝海を破りました。握手いきましょうか。実際に取った人ではないか、ちょっと見てみましょうか。この右手、おとりね。なるほど。お尻触るじゃないですか。来るって。で翔猿この土俵際ふわってうまいんですよ。2度ほど大足探ろうという動きはありました。本当は翔猿としては張り差しいかない方がいいんですよ。張り足が遅いからで弱いから手が挟まっちゃったんですよ。それで相手来られるから。幕内出場400回というちょうど区切りの土俵となります。さてこちら友風、竜電には1回も勝てません。9回対戦して一度も勝てないというこの2人の対戦は竜電がどちらかというとお得意としています。この一番も式守鬼一郎が合わせます。
友風がちょっと動きました。初めて勝ったかと思いましたが、まだ竜電手はついていません。回り込みます。引いてはたいての友風、こうして落ちてしまいました。勝機はありましたが、10回目の対戦も竜電でした。ポイントどこか分かりますか？難しいな、これは。いやー、竜電さんが倒れそうになった時に、パチッとすれば落とせたのかなと思ったんですけれど、こう引き合いしてるじゃないですか、最初から友風もしてるし、足が悪いので彼はこういう相撲なんですけど、これ引くことによって腰も引けちゃうんですよね。腰を前に出してれば、引きって前に出れるんですけど、腰を引いてるから、その分遅くなるんですよ、前に出る。遠くなっちゃうんですね。だから落ちちゃうんですよ。足が出てないっていうふうに考えると、ああいうふうに落とす。いや、もう嫌です。自分がやるより嫌です。そうですよね。原さんもそうですよね。嫌です。はい。なんか聞かれたりとかしましたか？あんまり僕も女の子なんで、あんまりいいですね。ゴルフをやってますからね。そうだそうだ。全然まだまだですけどね。お父様にこう何かご自身がなんですかね、こう聞きに行ったりとかはあったんですか？恐ろしくて聞きに行かないですね。そうなんだ。ちょっと今で言ったら大変な父親だったんで、あんまりと怒られるのが。初山千代翔馬です。初山まだ白星がないんですが、また敗れました。8連敗で今日初山負け越しとなってしまいました。まあ相手のね張り差しをどうにか初山いい立ち合いでいったんですけど、左からの突き落としですかこれ。突き落としかはたき込みかね。左に。だから千代翔馬もこれで顔見ればわかるんですけど、この後左に動いてね。まだね、まだ行こうとしてましたね。千代翔馬もね、決して状態良くないんですよね。5日目でしたかね、右の腰を打ちつけて、今日も定石的なことですね、はっきり言って。錦富士も気合入ってるんじゃないですか。先輩が朝乃山ですか？朝乃山が4年生、錦富士1年生という関係ですね。そうですか。でもね、土俵の上だったらね、先輩であってもね、勝てますからね。これは前回は朝乃山が、まさに立ち合い受けてしまいました。幕内では初めての対戦です。いい当たりでした。前回と同じように一気に攻め込んでいますが、攻め続けました。寄り倒し、錦富士朝乃山に2連勝です。ちょっと膝が大丈夫でしょうか。大丈夫ですか？大丈夫ですね。じゃあちょっと藤井さん、タッチペンで。では今の解説をからの押っつけということは、朝乃山の右差しをこう嫌うようなこの押っつけですね。押っつけが良かったですよね。押っつけがあるからこれさせるんですよね。状態が少しずつ上がっていくから。ちょっとね反撃できなかったんで朝乃山も。ちょっと錦富士も勝つということもあるようです。原田さんはどうかな、あまりなかったかもしれない。どうですかね。どうですかね。大体右足で土俵上がってたぐらいですかね。験担ぐっていうか、最初の頃親父の真似してました。親父をこう叩いて、叩いてからこうやってお祈りして土俵上がるんですけど、それやってたらいつの間にかもう自分のものになっちゃって。そうですね。そう呼び上げられる時にそうでしたね。そう言われてみると。いいですね。お父さんのものを自分のものにする。さて、阿炎と時疾風。阿炎も6勝1敗です。昨日朝乃山に敗れて1敗となりました。ちょっとね思い切って突っ込んだ時疾風ですが、手ついてるからね、ずっと下ろしっぱなしじゃね。ちょっと時疾風がね早めに手を下ろしています。ということは阿炎はじらしてるから何か考えてるかもしれないですね。立ち合いに動くこともあります。まともでした。このこの強さです。連敗はありませんでした。7勝目を挙げました。いい相撲ですけど、気合入ってるんじゃないですか。入ってますね。あれ相撲があれは阿炎じゃないですね。急に映像何なんですかね。いい相撲だったのに手の伸ばし方。やっぱ立ち合いはずるいって言えばずるいんですよね。相手をずらとか思ったじゃないですか。で見せとなったら思いっきりいくっていう心理
戦をやってるのはいで、で時隼人としては何かやってくるかもしれないと思って少しこれ見ながら行っちゃうんですよ、はい。そこをバッて出てくるっていう右手でのがあったんですか。ありました。ラグビーの時はどのようにいらしたんですか。食べてウェイトして寝て食べてウェイトして寝てというですね。まさに力士はいはいですね力士みたいな感じ全く一緒ですねはい。さあ土俵時間です。狼雅と翠富士。狼雅3勝4敗、翠富士が2勝5敗での対戦です。式守金太夫が合わせます。中に今日も翠富士入りました。右は覗きましたが、この体勢では肩透かしは難しいか。すくいに行きながらその可能性はまだ残しています。左は決して刺されたくないという左側の押っつけです。狼雅が右をこじ入れたいというこの攻防です。翠富士が浅くどうやら上手を取ったでしょうか。前回しを引いています。狼雅苦しくなって抜きました。まともに攻め切りました。寄り切り翠富士の勝ちです。翠富士3勝5敗、狼雅3勝5敗となりました。じゃあアクションいきましょうね、解説していただきますが、この右が覗いた、確かに狼雅はもう左から引っ張り込んで、狙ってるのはいいんですけど、これ大きい相撲最初から取るから、ずっと大きい相撲そんな続けられないですよ。これが2メートルぐらいの人だったらそういう相撲を取り続けられるんですけど、あとはね翠富士はもうこれ我慢決められないように、でこれだと手簡単に折られないんで、肘が危ないですよね。折れるんで怪あ我したりですね、はいこの左の前回しでだんだん疲れちゃうでしょ、でも来てくるんだ。まあ正直厳しいこと言うと楽な相撲を取ると全部全て黒星なしで重量上がってほしいから、ね、その可能性だってね、とは言いつつねやっぱり人間なんでどこか簡単ではないですからね。健康とは違うし疲れが出てくると思うんで、いやいや全部勝っていけばもう今年中に重量関取に上がる可能性もあります。さて土俵は琴勝峰と正代。琴勝峰がこの土俵で通算出場600回というちょうど区切りの土俵です。琴勝峰すぐに引いていなしました。残りました。正代が勝ちました。これ実は相性のこの一番も良さと言いましょう。過去6対1という正代が圧倒していました。やっぱり苦手っていうのが思ってるんじゃないなんでか。ですすかね。その壁を破るのって本当大変ですよ。でも花田さんねは意識はないですけど、ずっと負けてんなって思ったのはだから僕は武双山と武蔵丸。あ、そうですか。は最初の方ですかね。でもい。ですね。九重部屋千代の山さんについていったというのがこの千代の富士さんです。違う、北の富士さんです。相撲界ねトレードというのがないから他の部屋に何の理由もなく変わることはできないんですよ。そういうふうに、合併してみたりあるいは分家独立してみたりということはあります。平戸海豪ノ山制限時間いっぱいです。前回し取っています平戸海。得意の左前回しで右四つ体勢を作りました。寄り切りました。平戸海豪ノ山にこれで6対2となりました。左前回しでもう動きを止めました。立ち合い平戸海先ついて両手ついてたのが良かったんじゃないですか。そうですか。豪ノ山が右をついて、タイミング取ってたから、それ読まれちゃったんです。本当はちょっと一回立ち上がって、立つのをやめようっていう考えがあったんですけど、それをやめて立ったから、その前ですね。このタイミングでは分からなかったですね。それでもね平戸海の得意の形になりました。
まあ、先についてるっていうのもね、これね、作戦な。なかなかこう日本ではね起こりにくいので、すごくそれは感動してしまって。東京オリンピックのがそうだったでしょ、じゃあスタートして。東京オリンピックはですね無観客だったので、そうなんです。なので、はい、昨年はね東京で世界陸上があったので、私は出場できなかったですけれども、お仕事いただいていた時にやっぱり感動しましたね。あ、そうか、東京オリンピックね、観客がいなかったんですもんね。そうなんです。なんとも言えないでしょうね、スタート前うわーっとなって、用意のでシーンとなる、ね、雰囲気がヒリヒリしますね。相撲と一緒ですよね。はい、試合動きました。金峰山勝ちました。3勝目です。ちょっと小室勝行くぞ行くぞって思いすぎですから、だから頭が下がっちゃってね、足が出てなかったですよね。まあでもこのような相撲を取るとお客様はシーンとね。まだ天皇陛下はお見えではないです。頭下げしてるんですよ。視線が下に行ってるんで、上から下から上見てないので、残れないですよね。足がこう揃ってるって、これ揃うから前に落ちるんで、一歩前に出てると残れ。攻め込んでおいて逆転負けというのが2つありました。体が大きくないんでね、そこも大切なんですけど、よく見て。ここで星を落とさないで上がっていくのっていうのが、勢いに乗って番付も上げた方がいいんですよね。天皇陛下の前で8回目の玉鷲と、初めて天皇皇后両陛下の前で相撲を取ります藤の川。21歳差対決です。突っ込んだ。今日は密着した、中に入った、勝ちました藤の川寄り倒し。先場所の雪辱、いやー、伸びる目の勢いというでしょうか。まあ素晴らしい相撲です。中に入りました。いい立ち合いですね。はい。まあ立ち合って回し取れたのが良かったですね。下手で、下手取れてからの腰の動きのね、相手の回しよりしてるのがね、良かった。落ち着いてますね。俺天覧相撲初めて緊張してそうどころじゃなかったけどな。確か花田さんは初めて天皇陛下の前で対戦したのが小錦だったと思うんですが、残念ながら小錦にね2回続けて負けてるんですよ。天覧中ですね、審判、競技中にもう一番もう一丁とかそういうね、一人が始めるとみんな周りが、同じようになってしまうんですよね。これ大相撲のこういうなんか観戦風景としては似合わない、要求しますけど。さて土俵は熱海富士と欧勝馬。熱海富士23歳年男。欧勝馬はちょっと突っかけました。欧勝馬は28歳です。熱海富士したがって馬年で、欧勝馬の方は倉田さんも年女。年女でございます。押し出しました。圧倒しました。これで6勝目。型にこだわらずにどんどん今場所は攻める相撲です。勝ちペンいきましょうか。無理にね、熱海富士が前に突進していかなかったから良かったですよね。そうですか。考えずに出ていくという。当たっていかないし、対戦相手によってこうやって見ていくっていう、ちゃんと相手をこう見極めてるというか、こういう相撲を取ろうっていうのを決めてるのがいいんじゃないですかね。そうですよ。チャンスですからね。さて土俵はこちら美ノ海、対戦相手が隆の勝。十両を含めてこの2人は3回対戦があって、すべて隆の勝が勝っているという。今日はどちらかというと、かもと苦手というか、そういう対戦がかなり多くなっています。美ノ海は前回しさえ引ければなかなか渋い、うまい相撲を取ります。追い込んで前回し、手が届かないか。深いがうまく手繰りました。今日は勝ちました。今場所はちょっと隆の勝が調子がよくありません。美ノ海勝ちました。5勝目。
藤井さん言うようにね、うまく手繰りましたよね。カイナを手繰りました。あれが良かったですね。本当はね、踏み込んで最初回しまで届いてるんですけどね。はい、あれで今日はもう一旦これ取れなかった、そこでカイナを手繰るというね、これうまかったですね。引っ張りながら相手の横につく。まあこれからお見えになるときは必ずアベマのスタジオに来てください。ありがとうございます。さて若隆景と宇良の対戦。まあおそらく力士もそうですが、行司にしてもやはり天皇皇后両陛下の前ですから、いつも以上の緊張感はあると思います。木村寿之介が合わせます。一気に攻め切りました。これも合い口だと思います。10回以上対戦して1回しか負けたことがない若隆景が今日も一方的に攻めました。これは宇良がカイナをちょっと手繰ろうとしてそのまま引いてしまいました。落ち着いてたんじゃないですか。だからといってね、気を抜くようなことはしない力士なんで、はい、集中して、いい嫌ですよ、裏から見ると。あ、そうなんですか。はい、何もできないのも分かります。ああ、そうですか。はい、一番裏は相手が小がってくれると取りやすいんですけど、で若隆景にしても身長も、まあ、体重はちょっと重くなったんですけどね、若元春の雰囲気が現代ではなくて、ちょっとそういう雰囲気を持ってますよね。錦絵のような。あと竜電もそうですね。竜電もそうですね。さあこちらはもう日の出の勢いの吉野富士。今場所は3日目4日目、豊昇龍、大野里2日連続で金星を獲得しました。当たっていかないと吉野富士に持ってかれますよ、一発で。ね、若元春は踏み込みですね。踏み込みました。左の押っつけから左を差しました。しかし吉野富士も左四つで十分相撲を取ります。真っ赤にいった土俵際、若元春に軍配。わずかに吉野富士が先に落ちたでしょう。これつかないです。物言いはなさそうですね。はい、物言いはつきません。じゃあちょっとアクションいきましょうかね。はい、2勝目を挙げました若元春。これで吉野富士には3連勝。上手を浅く取っていくのが常道というか、この大きさはね、じゃあもうあんまり考えられないんですよ。若元春のこの広背筋の強さ、だからこういう相撲を取れるんですよね。でこれね、巻き返して前に出るっていうのが鉄則なんですけど、こう巻き返すと上手ですよね。はい、そうですそうです。ぜひ皆さんもね、こう足の指が強くならないとダメ。私もね NHK にいた頃、北の富士さんが、ちょっと富士山これ足触ってみてって触ったら、ギュッとその指で掴むわけですよ。抜けないっていうかね、ギュッと握られたら、やっぱすごいなと思いましたもんね。やっぱお相撲さんという人たちは違うんだなと思いまして。親指の力が特にすごいですよね。さあ高安と一山本、制限時間いっぱいです。高安5勝2敗。勝ちました高安。ちょっと足が流れた一山本、寺田さんと同じ北海道の出身の一山本ですが、なかなか白星がなくて1勝7敗。苦しい時でもですね、やっぱり何かしらの発見がきっとあると思いますのでね。これをちゃんとしたというか同い年で、すごい勝ち上げですよ今日高安のね。これ実はね、今日高安が記念の白星なんですよ。というのは何かというと、通算勝ち星がこれで808勝、大変な数なんですね。808勝で、これは歴史上は16位なんですが、入れればそれだけでいいんですよ。この体を最大限に武器に使ってね、この気合い入れるのに変わらず、片や王鵬は冷静ですね。意外とカッと来ないですよね。表情そんなに変えないですね、王鵬という力士は。そういえば王鵬がね、今場所青錦に勝ちましたからね。4日目の相撲でしたが、相当力強い相撲を見せました。
琴櫻ここまで5勝2敗です。王鵬2勝5敗での、高校の先輩後輩の対戦です。もろ差しを狙いに行きましたが、これを決めております。押し出しました王鵬の勝ち。琴櫻3敗目となりました。この時も最初はね、いい立ち合いして、両差しまでにはいかないけど手は入ってましたよね。もろ差し覗いてましたね。なんであそこで出ていかなかったんですかね。王鵬は一応ここね、もうあとガーって前に出るだけは決まってるのは分かるんですけど、左から回り込むこともせず足動いてないじゃないですか。その通りですね。抜いて何とかしようとしましたら、もう後ろがありませんでした。青錦も硬い言ってるんですよ。会った時硬いよねっつって、俺も硬いよ。そうですか。なんか嬉しいです。柔らかくストレッチしすぎるとバネに出なくなりますよね。そういうものです。伸びきったゴムみたいになっちゃうので。硬い人は。私ももうどうでもいい話ですが、相当硬いですから。もうね、本当硬い、足が上がらないですもんね。もういよいよ今。これは年齢的なものもあるかもしれません。さて、3回の対戦、全部青錦が勝っています。最初の対戦は潜って内無双で勝った相撲がありました。その後は途中でいなしての送り出し、突っ張りにも起きずに青錦が左かいなを先場所は手繰りました。おそらく皇后陛下もこの一番は楽しみにされていると思います。踏み込んだのは霧島でした。起こせるか。入った。首投げもこらえた。勝ちました。霧島勝ちました。青錦敗れました。これは霧島の見事な相撲です。立ち合い一回嫌いましたね。あの立ち合いだと青錦に突っ込まれるんで、嫌って立ち合いうまかった。そうです。霧島調子いいですね。霧島の相撲がだいぶ戻ってきました。左から入るのが良かったですね。初めて青錦に勝ちました。当たりもいいですし、この腰の位置見てください。当たる時のね、霧島のね、立ち合い負けないように早く立っているんですよね。下げて上げて下げて上げて。この立ち合い豊昇龍できたらいいですよね。そうか。なるほど。ただ早く行くのは腰が上がってるんでスピードだけがいいんですけどね。でもこれ早く行くのを霧島腰をちゃんと下ろして当たってますよね。そうですね。だからさせるんですよ。うまいですよね。さあ豊昇龍も、横綱としての初めての優勝に向けてここからとも大事な後半戦です。もう今寺田さんはそれどころではありません。当たって突っ張れたら、もうわからないですよ、大栄翔。さあ今日は1敗で並んでいた中で白星を伸ばしたのが先ほどの霧島、それから平幕阿炎、この2人です。横綱2人も現在6勝1敗。もろ手突き、引いてはたいて残りました。豊昇龍敗れました。2敗。大栄翔残りました。俵の上。一気に勝負をかけた豊昇龍ですが、大栄翔が勝ちました。左差したんですけどね、勢いだけで相手の立ち合いに負けないように、で突き放されないようにしてるんですよ。でもスピードは速く見えるんですけど、ちゃんと食ってしまうんですよね。大栄翔のもろ手突きもちょっと効きはしなかったんです。この引き技。寺さん大丈夫ですか？静かになって。
もうちょっとほっとしました。なでも勝敗関係ないですよ、横綱とやるときは。この一番こう、はいわって集中するんで、はい。いやもうこれはね、この大野里に個人の懸賞としては一番たくさんついています。さあ白の富士戦、これ楽しみの一番です。去年の名古屋場所と秋場所連続で白の富士が勝って金星を獲得しています。現在白の富士が3場所連続で金星獲得中です。もしも今日勝ちますと過去4場所連続というのは最高の、長さというか、連続の金星になります。土佐の海と北勝富士が4場所連続の金星という記録があります。土俵際さえ気をつければ白の富士行くんじゃないですか。いける可能性ありますか。回しとったら行くんじゃないですかね。時間です。踏み込みもよく一気でした。本当に行きました。4場所連続の金星、タイ記録になりましたが、大野里大丈夫でしょうか。しばらく戻ってこられませんでしたが、いやー、横綱相次いで敗れる中日の波乱。このドアップいきましょう。花田さん、はい、一気の相撲でしたが、もうね、昨日のまでの相撲を考えると、もう予測通り。そうですか。本当に断言していいかなと思いました。当たりもよく左が入っても一気です。右を差させなかったというのもあるかもしれません。もう当たりから違いました。体調良くないですよ。そうですかね。最初は体大きいので前半戦は体の大きさ。土俵上上戸の弓取り式です。今日ちょっと多めではないでしょう。この後弓を抜くという動作に入ります。これは今日勝った東方の白の富士の方から弓を抜くという動作になります。この後です。これ東方から結びの一番で勝った力士の方から弓を抜きます。そして西方に回します。昭和27年までは千秋楽のみ行われていた弓取り式ですが、それ以降は連日毎日弓取り式が行われます。今場所は豊昇龍と同じ部屋の立浪部屋の上戸がこうして弓取り式を担当しています。これもまた緊張すると思います。天皇陛下の前では初めての弓取り式です。いいしことなんですかね。いいですね。上手ですよ。弓を回すところもとてもキレがありましたし、本場所が初めてとは本場所としては初めてというのをそんなふうに見られないほどの素晴らしい弓取り式でした。これで天皇皇后両陛下、愛子さまがお立ちになります。並びに愛子内親王殿下にはご退場になります。ちょうどアベマのカメラがこの位置、今屋根が少し映っていますが、この上に天皇皇后両陛下、愛子さまがいらっしゃいますので、また抜かれましたね。